ざいます。今日はついに、車を受け取りに行こうかと思います。車を受け取りに行く様子と、あとその後ちょっとせっかく車があるので、あと今週はレーバーデーの長期休暇になるので、ちょっとどっか遠出してみようかなと思うので、その様子をまとめてお届けできればと思います。これが先日引き渡しを受けた車で、今回はこの R1S のモデルを購入しました。リビアンはアメリカの EV ブランドで、こちらまだ日本では未展開のブランドになります。今現在アメリカとカナダのみ展開されていて、この SUV タイプとトラックタイプの R1T という2モデルがあります。オフロードやったりキャンプとかアウトドアのライフスタイルにフォーカスしているブランドで、それを楽しむために使えるいろいろなアクセサリーも販売してます。今回購入するにあたってワシントン州では州法で車のメーカーが直接車を販売することができないため、基本的にディーラーから購入する必要があります。そのため
ワシントン州内には販売の拠点がなくて、唯一ブランドコンセプトストアがあります。展示車を見たりスタッフに質問したりすることはできるんですけど、試乗や購入はできないので、別途テスラのようにオンラインで購入する必要があります。で、今回私たちも今ワシントン州に住んでいて、購入するにあたってはウェブサイトの方から、購入をしました。カリフォルニアだったりオレゴン州、他の州ではそういった店舗で購入することができるようです。今回は R1S という SUV タイプの車にしたんですけど、バッテリー容量だったりモーター、カラーなので結構バリエーションがいくつかあります。で、この私たちが購入したのは、スタンダードバッテリーのデュアルモーターの 4WD のモデルで、このカラーがライムストーンになります。インテリアは後ほど紹介しますが、ブラックマウンテンとダークアッシュウッドのものになってます。外観はこんな感じで、一周ぐるっと回ってみると分かるんですけど、特にフロントこの部分はこのライトがかなり特徴的なものになってます。こういったちょっと目みたいな形で丸くなってて、でこうバータイプのライトがあります。フロントはで、これ充電してる時だったりとか電源を入れるとこんな感じで光ったりするような形になってます。で、同様に背面も結構特徴的で、こんな感じで、バータイプのライトが背面にあります。今ちょっとまだ購入してナンバープレート登録中なのでナンバープレートはまってませんが、こんな形で後ろに一本線のバーライトがあって、その下にロゴがあるような感じです。で、今これロックしてる状態なんですけど、こんな感じでアプリで操作ができて、アンロックするとこんな感じでミラーが出てきてドアノブが出てきます。で、車を開けるとこういう感じで、ここに大きめのディスプレイがあって、真ん中にも大きいディスプレイがあります。で、今回は先ほど紹介したように中は暗めのレザーのモデルになってて、ここのパネルのところに、アッシュウッド、木の素材が使われてて、結構雰囲気はナチュラルでありつつも、モダンでクールな感じになってます。で、真ん中のコンソール部分はこう下が収納になってて、ここもこういう形で入れるものが出てきたり、ドリンクポケットがあります。で、ここはかなり深いですね。かなり深くて物いろいろ入れられて、ここに USB の Type-C のポートが2個あります。で、助手席はこんな感じで、シートは、同じですね。で、これ、シーターのヒーターと、クーリングがついてます。あとはスピーカーが結構至るところにあって、ここだったり、あとこの足元、ここにもあるのと、あとはこのサイドのところにもあるので、かなり臨場感ある音が聞けます。で、降りるときはテスラとかでも同じなんですけど、こんな感じでボタンを押すとドアが開くようになってます。で、後部座席はこんな感じで、今モアナのシート入れてるんですけど、これはまた別で買ったもので、結構高さがあるので、結構外を見たりするのが好きなので、このちょうど座った高さで窓外見たりもできるような形でシートを入れてます。で、今、後部座席のところにもこういった形でディスプレイがあって、ここで音楽の再生だったり、電気つけたりとか、あとはロックですね、車のロックしたりとか、あとはシートのヒーターとかクーリングも使えたり、エアコンの調節ができるようになってます。こんな感じで
できます。あとここで、音楽もオンオフができたりっていうのができるようになってます。であとはここに、USB のポートがさらに2個ついてて、でこの座席の後ろのフックがある上にも、USB のポートがあるので USB の充電ポートはかなりいっぱいあるかなと思います。で後ろのポケットはこんな感じで結構しっかりポケットがあって、座った感じしっかり結構余裕はあるかなと思います。こんな感じで結構後ろの席もゆったり座れるような空間になってます。この横の、ポケットもあって、あとこの真ん中ですねはドリンクホルダーがついてるので、ここにドリンクを置いたりもできます。あとは、前の席からサンルーフが、ずっとあって、こんな感じで結構大きいサンルーフがついてるので、この窓自体は開かないんですけどかなり大きいので開放感があります。あと、ここにも、スピーカーがあるので後ろの席でも結構音楽は臨場感あるかなと思います。ここもスピーカーですね。今回車が3列シートの車になるので、3列目座る場合はこういう形で2列目のシートを倒して3列目ここのシートですねになります。3列目のシートはこんな感じで結構タイトなんですけど、でも私178センチ身長があって、こんな感じでここの足の部分は、まだ余裕はあるので、結構子供だったりとか小柄な方であれば、十分な席かなと思います。で3列目も、こういう形でエアコンの、空調がちゃんとあって、でここに、スピーカーがあります。あとここにもドリンクホルダーがあるので、自分の飲み物を置いたりができるかなと思います。で3列目は3列目で、上に別のルーフがあるので、ここしっかり光も入ってきて、開放感もあるかなと思います。シート自体は2列目と1列目と同じようなものになってます。このドリンクホルダーのこの横の部分も、こんな形で開くので、結構ここも収納があって、物を入れたりとかできるようになってます。あとは、電気自動車なので従来の車に必要なものが、必要じゃなかったりっていうことで結構、収納のスペースがいっぱいあります。で、3列目を倒すとこんな感じで、バッグは結構フラットになってて物が結構入るようになってます。でトランクも今ちょっとこれ開けた状態だったんですけど、開けるとこの上半分がまずは開くような形になるので、物を入れたりとかは全然十分できる感じで、この下もこんな感じでボタンを押すと開いて、ここは結構物を乗せたりとか人が乗って座ることもできるので、ちょっとジョシュアに座ってもらいますけど、こういう感じで、キャンプ場だったりとかどっか行って、ベンチみたいな感じにすることもできます。あとは、この下に、収納があって、こんな感じでかなり深い収納があるので、しっかり物を上に乗せてさらに下に入れることもできます。あとは、この車オプションにつけてないんですけど、エアコンプレッサーをつけられるものもあって、ついてる車はこの辺についてるみたいです。で今回はこのシガーソケットとコンセントがついてて、車のバッテリーを使って、電気をここから供給することができるようになってます。この2つのボタンは、
2列目のシートを倒す時に使うボタンで、これを押すと自動で2列目のシートを倒して広げることができます。で今、このボタンを押すとこんな感じで2列目のシートが倒れます。2列目まで倒すと本当に、180とか100、ジョシュアが190センチちょいなので、この前寝てみたんですけど、ジョシュアも、全然寝れるぐらいの広さになるので、キャンプとかでこれ2列目まで倒してエアベッドとか入れて、車の中で寝るっていうこともできるぐらい中は広いです。で、収納が実はフロントにもあって、結構電気自動車だと前方のこのフロント部分が収納になってたりするんですけど、リビアンも同じく前方に収納があります。こんな感じで、自動で開くようになっていて、ここにも、かなり大きいものを入れられるかなと思います。ここはこういう感じでポケットがついているので、ルースなものを入れたりとかもできますし、あとさらにこの下にはこういうキット、充電のケーブルだったりとか、なんかパンクした時のキットだったりとか、一応ファーストキットのものもデフォルトでついてきて、結構このカバーがしっかりしてて、ロゴも入ってて可愛い感じですね。なんでこれもあるので、下にももうちょっと物を入れることができるかなという感じです。かなり収納はいっぱいありますね。あとフロントシートのところは従来普通の車だとあるようなグローブボックスはここにないものになってます。その代わりこのシートの下の部分にこういうちっちゃい、サングラスとかが入るようなポケットがあるので、結構これもサングラスとか常に入れておけて便利かなと思います。あとはここがシートのアジャストで、前方に行ったりとか後方に行ったり、あとは前に倒したり後ろに倒したりと、あとここはパッドの部分、背中のパッドだったりとかの調整になってます。で前方はあとここにも、収納があるので、物を入れたりっていうのはここにもできます。でこれが、メインのスクリーンになっていて、これ真ん中にある車のモードだったりとかをいろいろ変えられるメニューになってます。で今は一応オールパーパスっていう街乗りとかに適したものになっていて、雪モードとかに変えるとこういう感じでアニメーションもちょっと雪が出てきたりとかして変わります。あとこれはオフロードに行く時のモデルで、今ここのバーが一番上に上がってるんですけど、車の車体が高さが上がっているような状況です。でこれもアニメーションも結構しっかりちょっとオフロードのモードに変わったので変わってます。あとはここで、車車体の高さ変えたりとか、あと乗り心地ですねを変えることもできます。ハード、モデレート、ソフトっていう形で変えられます。でこっちの一番左がマップになっていて、このマップは多分他のカーナビとかとあまり変わらないと思うんですけど、検索して行きたい場所を入れたりとかっていうのができるようになってます。で次が音楽関係ですね。ラジオだったり Spotify、 最近 Apple Music が追加されました。あと Amazon の Alexa にも対応しているのでオーディオブルがあったり、スマートフォンつなぐ Bluetooth があります。あと他にもタイダルだったりとかチューンインっていうのがあるような形で、普段は最近 Apple Music を使って音楽聴いてます。でここが、カメラになっていて、車に搭載されているカメラを、見ることができます。多分これ一つリビアの特徴としては、かなり高解像度なカメラを使っているので、本当にかなりすごく、綺麗に周りを見ることができます。でこっちが、360度カメラになっていて、このボタンで、リアとバックを切り替えることができます。あとここでサイドですねを見ることができます。あと設定になっていて、今このアンビエントのライトフォレストバリーになってるんですけど、
いろんな、テーマの色が設定されていて、こういう形で変えることができます。でちょっと動画だと聞こえるかわかんないんですけど、こうクリックすると、そのテーマに応じたちょっと BGM みたいなものが後ろに流れてます。その他はモバイルネットワークへの通信の設定だったりとか、あと鍵の設定だったり、あとアップグレードだったりっていうのがいろいろここで見ることができます。今、この車自体 SIM カードがついてるので、こういう形で、LTE のネットワークに、車がつながっているような状況です。あと、クーラーとかの設定もこの画面で行うようになっていて、こういう形で、風を送りたい方に動かすと、風の向きを変えることができるようになってます。で、ここから、フロント、2列目のミドルと3列目のバックっていう形で、設定ができるようになってます。で、ここに犬の足跡マークがあるんですけど、これがペットモードになっていて、一時的にちょっと犬とワンちゃんとかを車に乗せてちょっと買い物行きたい時とかにオンにすると、ペットモードに切り替わります。こんな感じで、ペットモードをオンにして扉を閉めると、このディスプレイでペットモードがついてますよっていうのが出るようになってます。これがあると、この気温で設定されてますよっていうのが分かるので、外から見た人が、犬が取り残されているっていうふうに思わないっていうので、このモードがついてるみたいです。あんまり長時間、動物を一人残すってことはないと思うんですけど、このちょっとガソリン入れに行って支払ったりとか、ちょっとした買い物したりとかっていう場面で、使えるかなと思います。あとはここが、ミラーになってて、ヒーターがミラーつけることもできるので、オンにすると、冬場とか、雪がシアトル降ることはあんまないと思うんですけど、そういった場面で使えるようなモードになってます。で、ここが、シートの、クーラーとヒーターになっていたりとか、ほぼ全てはこの画面で、操作するっていうような形になってます。で今、これドライバー2人私と女子登録してて、運転してる人を押すと、そのシートの位置だったりとかミラーの位置っていうのを覚えてるのでアジャストしてくれるような形になってます。あとこれは、車の、装備開けたりとか閉めたりできるようなコントロールパネルになっていて、充電のポートだったりとか、あとフロントの先ほどお見せした収納の部分開けたりとかっていうのがこれできるようになってます。あとガレージの、リモコンを、記憶させることもできるんですけど、ちょっと今うちのガレージここうまく使えてないので、ちょっと今後使えたらいいなと思ってます。あとアレクサも、搭載されているので、アレクサに話しかけることもできます。I'm not quite sure how to help you with that. っていう感じでアレクサに、何か言ったりとかができるようになってます。はい、一応このメインの画面は簡単にこんな感じかなと思います。今、パーキングに入っていて、でこの横のペダルを押すと、ドライブモードに今入って運転ができる感じです。こんな感じでこの前方のディスプレイも、スピードだったりとか、あとこの周りの車の状況だったりっていうのを表示させて、で一番左奥は今ナビが、あそこについているような状況になってます。結構やっぱ EV なので走り出しはスムーズで、加速もかなりしっかりあります。で私もちょっと運転して、すごい
面白いなと思ったのが、基本ワンペダルの運転に今モードとしてはしているので、ブレーキがほぼ必要なくて、回生ブレーキで、車が止まります。なのでアクセルを踏むともちろん前に進むんですけど、アクセル離すと回生ブレーキで充電が始まるんですけど、それでほぼ、車が止まるような状況です。このナビの横のところに、行き先を設定すると、到着時刻だったりとか、どれぐらいかっていうのが出てくるんですけど、このバッテリーマークのところは159マイルって書いてあって、到着した時の残りのバッテリーの重量もここに表示されてます。リビアンは他の車と比べて結構ここは現実的な数値を表示できるっていうふうに言われているので、結構それも一つ特徴かなっていうのは思います。はい、こんな感じで一旦ちょっと車を一通り、紹介してきました。今、ちょっと一回家に帰っているところなんですけど、家に着いたら地下の駐車場で充電したりっていうのができるので、ちょっと充電した時の様子だったりとか、あとはちょっとライト周りでもう少しお見せしたいことがあるので、ちょっとその辺紹介できればと思います。こんな感じで左右の赤いライトが光ります。これ結構2人ともアメリカに来てびっくりしてるんですけど、このライトが後ろ黄色じゃなくて赤のこういうハザードになってるのが多くて、結構最初見た時見づらいなと普通に思ったので、ここは日本とアメリカの違いかなと思います。前方は下の部分が光るような形になってます。充電ポートなんですけど、リビアンはこのフロントのここの部分が、充電のポートになっているので、充電する場合は前向きに入れる必要があります。結構他の車だと給油する場所とかにこの充電ポートが代わりにあったりっていう形で後ろにあることが多いかなと思うんですけど、リビアンはこの前の運転席側のこの前のところにあります。で、内側から、ボタンでここ開くようになっていて、押すとこういう形で充電のポートが開きます。充電のポート自体はこういった形のものになってます。充電コードを挿すと、このバーライトの部分のアニメーションがあって、このバーライトの部分が緑色に変わって充電のステータスが表示されます。今、ちょうどバッテリーが3分の2ぐらいなので、この部分がついてないんですけど、充電が進むにつれてここの部分がフルに表示が変わってくるようになります。後ろの部分もさっき赤かった部分が緑色に変化して充電のステータスを表示してくれてます。はい、という感じで今回はこの購入した車リビアンを紹介しました。ようやく車が来たので今後いろんなところに行けるかなと思うので、その様子をまたちょくちょく上げていければなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。また気に入っていただけたらコメントやいいねよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。